組伊勢マリアのハンターハンターハンタースタジオ。トゥルル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 ゴンフリックス役のハンめぐみです。トゥルルルルルルギルワザルディック役の伊勢マリアです。皆さんこんばんは。なんかすごい不協和音な音楽で始まっちゃったけどね、今日ムーディーなんですよ、スタジオがね。そうなんです。今日はですね、ちょっと一風変わったスタジオからお届けしてるんです。なんとライトがなんていうんですか、ここ家の照明みたいなスタンドライトがね。そうなんです。ムーディーな中からお届けします。はい。さてさて、グミタンリーヤ。はい、前回ですねお互いの呼び方が決まったんですけれども、どう慣れた？リーヤって呼ぶの。リーヤさんってさんをつけないとやっぱまだ呼び慣れないですかね。もうね、そんなねさんとかね敬語とかね全然気にしなくていいよ。あ、じゃあだんだんとね、ちょっとずつね、抜けてったらね。そうだね、いいね。いいな。私も頑張ってグミタンって呼ぶように。でもメールでね、そうメールのやり取りで私ちょっとグミタンハートマークみたいな感じで、それでリーヤさんっていうハートマークで返してるっていうね。ちょっとずつ私たちグミタンリーヤという愛称に慣れ親しんでいくので、ぜひ皆さんもお気軽にグミタンリーヤって呼んでくださいね。よろしくお願いします。はい、それでそう、ここでね、やっぱり始まったらね、こんばんはとかこんにちはとかよく言うじゃないですか。ラジオの挨拶を決めようと思ってちょっと勝手にね作ってきちゃったんですけども、私。本当グミタン。本当だよリーヤ。気になる。何？じゃあ私が言ったことそのまま復唱して返してください。わかりました。言うんで、はい。ハンターっていう挨拶。ちょっと待ってください。今の私がね、前回確かとっさに思い浮かんだそのハンターっていう深呼吸よりもめっちゃシンプルすぎない？そのまんまやん。そのなんかハンターハンターというタイトルも含め、こう二人でハンターって言ったら、なんかこのハンターをね使う回数を今数えている方にとってはいらっしゃるんですよね。すごく数え応えがあると思うんですよ。そうなんですよ。私たち一体このラジオ番組内で何回ハンターっていう言葉を言ってるかって、それを数えようとしてくださった方がいらっしゃって、でも実際途中であまりにも多すぎて断念しましたって。でもそうだよねっていう挨拶ね、ハンターでもいいんだけど、せっかくだから、これもリスナーの皆さんにそうですよね、応募してね、いいのがあったら、ぜひ聞いてみたいなと思うので、もし挨拶でこれこんなのいいんじゃないのっていうアイディアがありましたら、ぜひぜひ送ってください。よろしくお願いします。それではそろそろ始めましょう。はい、ハンタースタジオスタート。皆さんからのメールがたくさん届いています。はい、もうね、皆さんからのメールを見ると本当にハンターへの愛がたくさんこう溢れていて、私たちこうメールを読みながらちょっとこう、うるうるなんてしちゃいますよね。はい、そんなメールどんどん紹介していきたいと思います。それでは1通目、ハンドルネームナチュさんからいただきました。ありがとうございます。ハンさん、伊勢さん、こんばんは。こんばんは。ハンターの第1話を見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。物語がぎゅっと詰まっているというか、テンポがいいというか、なんかすごく楽しいですね。1話からクラピカ、レオリオも登場しているし、キルアはしばらく出てこないんですか？今後どんな風に話が進んでいくか、すごく楽しみにしています。早くキルアが出てきたらいいですね、伊勢さんというお便りいただきました。ありがとうございます。じゃあちょっと続いてね、紹介したいと思います。ハンドルネームぬこハンターさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと楽しみにしていました。アニメ見てみて声とか予想よりもはるかに良くて、絵も綺麗だしすごく嬉しかったです。ハンさんの初々しいラジオもすごく楽しいし、伊勢さんの綺麗な声から想像のできないキルアを楽しみにしています。これからも応援しているので頑張ってください。
ありがとうございます伊勢さんの綺麗な声からっていうのがすごい自分で言っててなんか恥ずかしくなっちゃうありがとうございます頑張ります。はいそれではもう一つはいお届けしますね、はいハンドルネームピッポさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメ第1話を見ました。うわーゴンが動いてるという感じで感動というかなんというかなんとも言えない感情が湧き出しなぜか涙出てきました。あの壮大な感じのする音楽すごくいいですね。感激です。お二人は第1話どこでご覧になられましたか？また見た時はどんな風に思いましたか？ぜひぜひ教えてくださいというお便りいただきました。はいありがとうございます。ありがとうございます。このねサンツナチュさんヌコハンターさんピッポさん、もう第1話を見ての感想をいただいてやっぱりなんて言うんでしょうこう私たちもさ、こう実際にこうアフレコで作品の、作る、一員としてこう世に作品が出る時ってこう我が子がこう世にこう巣立ってくみたいなすごくやっぱこう心配な反面皆さんに受け入れてもらえるだろうか楽しんでもらえるだろうかってすごくこう不安な部分もあるんですよね。期待もあるんですけどだからこうやって皆さんからよかったよってすごく嬉しい感動したっていうメールをもらえるとなんか私たちも本当に嬉しいですよね。これからも頑張ろうって思いますね思うねはい思います。グってきてるちなみにはんちゃん、第1話はどこでご覧になられましたか？場所は家の居間でそりゃそうだリビングにテレビがあるんだろうしね居間で、そそして母の隣でお母さんと一緒に見たわけなんですけどもね、終始うん黙って2人でテレビを見つめおー終わった後泣くかなと思いきや反省会が始まりましたね。これねすぐ反省会始まりましたね。さすがさすがだですね。間髪入れてもな間髪入れてバーってねなバーって何ですかこう母の叱咤激励が始まったわけですか？激励いろいろね、これからも頑張っていきなさいよ的なもっとねもっと高めていこうっていう気持ちをいろいろ押し出されて、その第1話でね母に背中を押されて旅立ってよかったなって思いましたね。そうだねはんちゃん、ある意味そのハンターハンターが本当にデビュー作というか、それに第1話でお母さんと一緒に共演できて、本当になんていうのかな普通だってありえないことじゃない、だって私のママが第1話現場にいてマリア頑張りなさいなんてありえないからでもそれ見てみたいなそういうなんていうのかなそういう、家族のやっぱそういう絆みたいなものが本当にちゃんとなんていうのかなアニメの第1話からすごく私はにじみ出てて素敵だなって思いましたね。1話どこでご覧になられたんですか？私もリオさん家です。家で見て、でも実はそのハンターハンターがそのオンエアする前に、週1っていう日テレの情報番組で私たち取材を受けたんですよね、そのアフレコ風景とかもちょろっと流れてて私それを見たくて目覚まし時計タイムセットして起きたんですよ。だけどその時間がね微妙にちょっと過ぎてて起きた時に終わっちゃってたの。それがねすごいショックで、もう見れなかった。じゃあハンターの時間までもう一回寝ようか。寝てのパッて起きたらちょっと時間ギリギリでまたうわーって起きてそっからコンタクトをこう入れてこうやって見てみたいなちょっとこうバタバタした慌ただしい感じで見たんですけどすごくねなんて言うんだろう私もジーンときちゃった。やっぱり前作をねやっぱ知ってるし、それを見て育ってきたと言っても過言じゃないからなんかまたこうやって見れるんだと思うと素直になんか感慨深く感じましたね。ジーンとしました。はい、そんなところでですね、もう一つお便り紹介したいと思います。ハンドルネームちびっこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はんちゃん伊勢さんはじめまして。はじめまして。ラジオ番組始まりましたね。おめでとうございます。私もずっとハンターハンターのファンで新アニメ新キャスト発表でお二人同様に驚き正直戸惑いもありました。しかし記者会見でのハンちゃんの涙ぐむところや伊勢さんの強い思いを聞いて私も一緒に泣いてしまいました。もっとたくさんの人たちで新ハンターを愛していけたらと初回ラジオを聞いてさらにその思いが強くなりました。こんなにハンターを愛しているお二人がキルアとゴンでよかったって思わせていただきました。これからもたくさん応援していきたいです。頑張ってください。
というメールをうんいただきまして、はいなんかハンターハンタースタジオ第1回第2回と、私たちやっぱりすごくこう意気込んでてある意味すごい前のめりすぎるぐらいすごいテンポでガーって勢いで喋ってしまって、なんか終わった後何喋ったっけみたいな感じになっちゃってたんですけど、改めてまあ第3回目このラジオでその私たちの率直な思いといいますか、こうやってねちびっこさんが送ってくれた手紙ってすごく率直な意見というか、やっぱり新アニメ新キャストって聞くとちょっと複雑な心境って絶対に従来のファンの方々って抱くと思うんですよね、私たちも正直って思ったし、オーディションの話がありますって言われた時もそうなんだやったでもキャスト変わるんだ、もう純子さんのゴンかなこさんのキルは聞けないんだって思うと、なんかちょっとジーンとくるものもありましたし、けどハンターハンターっていう作品に出会ってなければ今の私はいないっていう思いがあったので、本当に真摯な気持ちでオーディションを受けさせていただこうと思って受けさせてもらって、多分それハンちゃんも一緒なんじゃないかなって思うんだけど、そこでまさか本当に自分が大好きだったキャラクターを演じることになって、私ねかなこさんと一緒にお食事をしたんですよ。ハンターの役が決まった時にちょっとご連絡先知らなかったものだから人づてにちょっとご連絡先を教えていただいて、ちょっとお食事どうしても直接会ってその旨を伝えたくてお会いしてお話をする機会をいただいて、その時に私が今回ハンターハンター新しくなるに なって、私はかなこさんのキルアだったからここまでキルアのことが大好きになれて声優になったんです、だからキルアを任せてくださいっていうのが言えて、そしたらやっぱり泣きながらよろしくねって言ってくれた言葉にもうなんか短い言葉だったけどもすごいそれに集約されてるなって思いがあって、だからすごく使命といいますかそういう重いバトンをすごい受け継いだなと思って、私はそういう思いでちゃんとこの作品に携わって今現代に発信するハンターハンターを新しい形で皆さんにお届けできたらなって思ってます。そこが本当に正直な気持ちですね。はんちゃんはなんか聞きながら涙出てきちゃったんですけどやっぱり新アニメ新キャストっていうねこの2つがどうしてもやっぱり新アニメも嬉しいけど、新アニメ化も嬉しかったし、でもやっぱりね10年前に見てこうやっていろんなねここで伊勢さんとも出会えてるのはそれがきっかけなわけだし、いろんなきっかけが詰まっていて、私ラジオ聞くきっかけもこのハンターハンターだったんですよね。私もハンターのラジオさ電波さどこにあるからってラジオ持ちながら聞いてカセットテープに撮ってたからね。撮ってました。でそのラジオも電波がなかなか入らなくてベランダで聞いて寒い中聞いてたりとかして、でもその中でやっぱりそういういろんなきっかけになってくれた作品なんですよね。なんか私の中でミュージカルだったり、このラジオもそうだしドラマ CD とかも聞いて育ってきて、でやっぱりなんかもちろん新規のファンの方々はもちろん楽しみにしてくださってる気持ちも分かりましたけど、やっぱり今までずっとその前作を大好きだった人たちっていう方々の気持ちもすごく分かって、むしろそういう人たちとみんな会ってなんかオフ会みたいなのしたいぐらい、なんか絶対そういう人たちの気持ちもちゃんと受け取ってちゃんとつなげていくから、ちゃんと反映していくし、頑張っていきたいと思うから、このね私たちなかなかそういうことを言える場ってないじゃないですか。直接皆さんにお届けできる場が。だからやっぱ今回ラジオで収録が始まる前にもちょっと構成作家さんとプロデューサーさんにこういう旨を私たちの口から
偽りのない言葉で、飾らない言葉で、たどたどしいかもしれないし全然伝わらないかもしれないけど、それでも言わせてほしいんですっていうのを伝えて、今こうやって皆さんに向かってお話をさせていただいてるんですけど、やっぱり私たち前作のなんていうのかな、上書きとかじゃなくて絶対なんていうの、忘れられないし、それをなかったことになんかできないから、それがあったから今があるから、それは皆さんにも分かってもらえたらなって思います。伝わってるといいなって思いますね。なのでこれからも半目組伊勢丸やね、ゴンキルアを皆さんにも愛してもらえるように私たち頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうかよろしくお願いします。皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。これからもどんどんメール送ってください。よろしくお願いします。以上メールコーナーでした。春菜さんのハンターになりたい理由。運動神経が良くてかっこいい人と出会える。例えばクラピカとか。そうとも限らんのじゃないか。ゴンもいるよ。ハンターハンターハンタースタジオ。今週のブラックリスト情報。世界のどこかに潜んでいる賞金首。そんな賞金首を狙うブラックリストハンターがハンターの世界には存在する。このコーナーではそんなハンターたちに賞金首の情報を提供するコーナーだ。さあ早速読んでこうか。読んでくよ。私たちのこのなんかから元気っぷりそれじゃあ読んでどうぞ。ちゃうよ。うん。まず一つ目、はい。ハンドルネームドリームファイターさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。何気なく街中を歩いていると突然奴は襲ってくる。そのブラックリストの名は焼肉屋の通気口。焼けた肉とタレの匂いを発し、空腹時に遭遇するとよだれを出させようとしたり、お店の入り口へと誘い込み財布の中を減らさせようとしたり、要注意だ。なんだっけ結局なんかハンちゃんの読みが面白すぎてさ結局何を言って一つ言わせてほしいのが、どうぞ。焼肉屋の通気口。そう通気口だよハンちゃん。通気口って初めて聞いたわ。しかもさっきね、街中っていうのも街中うろうろ歩い歩いているとまあ変わりはないんだけどね、意味は通じるんだけども、いや面白いなハンちゃん。あれなんか姉さんだなキュンキュン。これはね、はい賞金首にね金額をつけなきゃいけないわけですよ。はいはいはい、そこが到達地点なわけです。そうですね。そうでした。ちょっと見失いました私。じゃあハンちゃんこれにうん何ジェニーになるか賞金額をつけていただきたいのですが、はいはいちなみに、152ジェニーがジュース1本分に相当します。はい。それじゃあ報酬の金額を決めましょう。この賞金首の賞金額は1500ジェニー。なるほど、うんなかなかなやつですね。なかなかなやつですね。うんハンちゃん終わっていうか、うんこれある伝説番組で私この芸人さんがねその節約するためにこう、某伝説番組はいはいでその通気口の匂いを嗅いで、お腹の中を満たすっていう節約術を見たことがあってこれを見た時にそれを思い出して、私も実はちょっとそういう気があるのでまああれでしょ、匂いごなんかさ飯にかけたい匂いみたいな。こう街中でなんかサンマのこうパタパタパタっていいなこれで白いご飯食べ食べれるてなんかもうサンマも食べた気になるみたいな。そういうことですよね。あります。なるほどね、まあこれにはすごく共感ができたとできちゃった。なるほど。はいじゃあ続いての賞金ブラックリストはい紹介したいと思います。はいハンドルネーム夢はキルアのお嫁さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。読書の秋、食欲の秋。読書して
美味しい秋の味覚を堪能し、のんびり幸せな毎日を送っていると、奴らはおもむろに現れる。その名も確かに最近食べ過ぎていた。運動もサボり気味だった。でもだからってここまで増えることないじゃないか。ちょっと油断するとすぐこいつら調子乗って増え出すんで、皆さんもお気をつけましょう。てへ。今のてへは完全にリアさんの創作ですよね。違う、だって星マークがついてたから、きっとこの星っててへって意味だろうなって解釈しました。可愛いから許す。ありがとうございます。というわけで体脂肪ですよ。これは女子の天敵じゃないですか。天敵ですよ。もうさ、私もねやっぱり秋ってなると食欲がこう増すわけ。増しますよ。食べ物が美味しく感じちゃうじゃない。美味しいですよ。で外も寒くなるとさ、こうなんか体内がさこういろいろ脂肪を溜め込もうとさ、そんなのわざわざしなくていいのにこうやっぱ溜め込んじゃって、ものすごくこう女子にとって天敵だと思うので、こちらのブラックリストの賞金額は1万ジャニー。おー、なかなか手強いやつだ。そうです。例えばこう体脂肪がついて、その体脂肪を燃焼しようと思った時に、もちろんねこうジムとか行って走れればいいんだけど、私は楽な方を取っちゃうんです。マッサージ、エステするとやっぱり1回1万円ぐらいしちゃうわけよ。なるほど、リアルな金額ですね。そう、やつらをこう賞金ブラックリスト体脂肪を撃退しようと思うとやっぱ1万円ぐらいかかっちゃうの。こうもう恐ろしい。じゃあ続いてのブラックリストを紹介します。はい、どうぞ。ハンドルネームドリームファイターさんからいただきました。はい、どうぞ。楽しいテーマパークの園内で突然奴は襲ってくる。そのブラックリストの名はトイレの列。人気アトラクションに並ぶ列だと思い並んでみると、実はトイレの列だったという時間と労力を費やす現実を使うから要注意だ。はいテーマパークの、そのアトラクションに並ぶ列だと思って並んでたら、実はトイレの列だったと。そうなんですよね。危険じゃないですか。危険ですよ。下手したらそうですよ。たどり着くのはおトイレですよ。おトイレという名のアトラクションに乗ってもつまんないよ。そっか、じゃあこやつに賞金額をつけるとしたら一体いくらぐらいになるかな。いくらぐらいになるかなあ。このブラックリストの賞金額は5000ジェニー。なるほど。これはテーマパークのね入場そうだね、入場ね料金として、相場そんぐらいだよね。そんぐらいだとして要注意だなっていう。要注意だね。そんなんで時間を無駄にしちゃあかんってね。あかん。まあ今週こんな感じで3通お便り紹介させていただきました。ありがとうございありがとうございま。ます皆さんもどんどんブラックリストの情報を送ってくださいね。さすらいハンターさんのハンターになりたい理由。高校の担任のすすめで甘いわ。進路相談受けた方がいいよ。ハンタースタジオ。あっという間にお別れの時間になってしまいました。はい、今回はラジオでちょっと私たち感極まって、涙ボロボロ泣きながらちょっとお便り読ませてもらったんですけど、やっぱりね皆さんがやっぱりすごくこう愛あるメールをたくさん送ってくださるので、私たちもその声に応えないわけにはいかないと。そのお声をもらったらやっぱり私たちもそれに対してどんどんねこう反応して、皆さんと一緒にこうコミュニケーションを取っていけたらなって思うので、なんか今後も何でもいいです。なんていうのかな、いいメールじゃなくてもいいよ。ちょっと
私はやっぱり受け入れられません、でも受け入れられるように努力しますみたいな、そういうなんかちょっと最後には優しい文つけてほしいなとは思うけど、なんかそういう本当にね皆さんのやっぱ気持ちあるハートが込められてるメールたくさん送っていただけると私たちすごい嬉しいですよね。嬉しいですよね。アニメもこういったラジオも皆さんと一緒に作っていきたいので、本当に何か意見感想いろいろあったりしたら、本当に気軽に送ってきていただきたいと思います。一緒に楽しい時間を共有していきましょう。それではまたお会いいたしましょう。ハンターハンターハンタースタジオ、お相手はハンめぐみと伊勢マリアでした。まったねー。